皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ゲストは小林信也さん、よろしくお願いします。お願いします。長嶋さんの話第2弾。またこの次の第3弾もありますんで、ぜひご期待願いしたいですけれども、私のインタビューが載っているこのナンバーの特集号みたいな特集号ですね。小林さんも関わっておられたという、話が出てきました。その中に、長嶋さんがこういうユニフォーム背番号3で、素振りをしている写真が出てきたと。なかなか、これ以上喋ってよろしいですか？いいですか？いいですよね。はい、このユニフォームがなかなか昔のユニフォームを博物館から取ってきたら、なかなか入らなかった。長嶋さん太ったのかなって思われたんですよね、小林さん。時代物というか体育博物館からわざわざナンバーの編集部が借りて、これって言って、最初それ着ていただいたんですよ。そしたら、タコみたいになって、これは入りませんって言って、来られて、当然、長嶋さんやっぱり、ちょっとね、大きくなられたんですかねみたいなこと言ったら、すごく、あの時長嶋さんが、違います、絶対それは違いますってものすごい怒られたのがこれはユニフォームが縮んだんですって言って。で、実際そうだったと思うんですよ。古いユニフォームから見るからにやっぱ縮んだな、みたいな。今、この写真見直しても、体型が変わったとはあんまり見えませんもんね。長嶋さんのね。言っていただいてるのは、あらかじめそんなこともあろうかと用意していた、最新型のユニフォームなんで、なるほど。見られたっていう形そうですか。なるほど。だからそれぐらい長嶋さんって、現役時代から体型が変わらないっていうことをものすごく大事にされてた。そうですね。体型も変わらないしか、人に会う時の笑顔っていうかね、私が一番最初にインタビューさせていただいた時は、小学館の五郎という雑誌で、もうとにかく長嶋監督が解任された2年後で、大リーグを取材に行っているのは確かだと。だからそこで捕まえたらインタビュー取れるから取ってこいって言うと、それだけですよ。で、私も初めてアメリカ行くときに担当者と2人で、どこ行きゃいいのって言って、ロサンゼルス行きの切符取ったって言うから、そんなことはダメだよ。アメリカ初めて行くならニューヨークだよって言ってニューヨークに帰ってもらって、とにかく俺はニューヨーク行きたかったからって言ったら、長嶋さんもニューヨークにおられたんですよ。で、ニューヨークでおられて、ホテルを探したら、ホテルを、いるということを聞いたもんで、ヤンキースタジアムで。そこで、ホテル探したら、どこにもおられない、わからないと思ったら、我々がホテルを知らなかったんですね。ホリデーインとか、ラマダインとか探してもダメなんですね。それで、そこで初めてウォルドルフ・アストリアなんていう天皇陛下も泊まったホテルの名前を聞いて、うわーって言って行ったらなんかもう、絨毯が、くるぶしぐらいまでありそうな絨毯の中行ったら、長嶋さんは昨日チェックアウトされましたって言われて、参ったと思ったら、行く先がモントリオールだって言うんで、今度はモントリオールに行って、そこのホテルにおられたんです。それでナイトゲームだったので、その時はロサンゼルスドジャースがバレンズエラなんかが投げていた時で、モントリオールエグスポスとの試合だったんですけれどもね、長嶋さんにホテルの下から日本から来た雑誌の五郎でインタビューしたいんですがどうですかって聞いたら、1時間待ってください、用意しますからって言って受けていただいた。これは嬉しかったですね。もう涙出るほど嬉しかったですけれども、そっから2時間近く喋って、自分がその監督を最初やった時に、メジャーリーグのボブ・スティンソンというキャッチャーを取れなかったのが一番悔しかったという話を
されたりとか、メジャーの野球がどんな野球かってことをいろいろ喋られた。これがものすごく印象に残ったんですね。それ以来もう7回ぐらいロングインタビューしたんですが、一番最後にした時が2000年のON 決戦と言われた大英ホークス当時の王監督と決戦した時、この時の長嶋さんは巨人の監督で、何でも欲しがる長嶋さんと言われて、この時の、日本シリーズのラインナップびっくりしますよ。先発工藤ですよ。工藤が大リーグ行くかって言われたのは巨人が取った先発で、リリーフなんかに牧原なんかが投げてるんですけれども、1番西、2番清水、まあそうかと思うんですが、3番高橋由伸、4番松井、5番清原、で、6番江藤智ですよ。広島の4番バッターですよ。4番バッターが4人繋がってる。それでこんな取り方をするようなことが続いちゃいけないんじゃないですかと。これをバックアップしてる、その渡辺鍋常さんという人が、こんな野球やってたら日本の野球潰れるんじゃないですかっていうことを2回ぐらい言ったんですね。そしたら、いや、まあ、どうのとか言いながらね、3回目ぐらいになった時に、今そんな話する時じゃねえだろって言われた、ね。これ、ねえだろはすごかったですよ。で、私の後ろにいたカメラマンがカメラを落としそうになりましたもんね。だから、それではまあ別に話変えますけどね、言ったら、ね、変えましょうね、って言われて、それからまた面白い話を、日本シリーズに、なる話をしてくれた。それは、ほんでその後もね、アテネオリンピックの監督、脳梗塞される前なんかでも取材に行って話しても平気で普通に話されたんで、一瞬だけは怖かったと言ってもいいぐらいの起こり方を初めて聞いた時は、まあ、面白かった。ですけれども、今思うと、一番嫌なことに触れられたのかなっていう気がしないでもないんですけどね。小林さんどう思われますか？今の話。感想を聞きたい。すごく鍛えられた選手たちからは、それに近い、ね、長嶋さんの知られざる目を聞くことがたまにありますけど。それは怒鳴られて怒られたっていう話ですよね。激しさみたいなね。激しさ、はい。少なくても僕はそういう経験はありませんし、ある意味、なんだろう、玉木さん、すごいなという感じがします。いや、とんでもないけどね。半分自慢話ですけどね。いや僕はね、全く対局の経験はしていました。はい、どんな、これもナンバーの取材で、4浪目ぐらいの時に、太陽に行くっていうかなり有力な説が流れていた時期があって、ね。流れましたね。はい。太陽、当時ホエールズかな？そうですね。まだホエールズだったと思うんですけど。だったかな関根純三さんが先に監督になられて。すごい話ですね。先に。梅雨払いをしていて、長嶋さんが入ってくると。長嶋さんがイエスと言ったら関根さんがさっさと毒みたいなね。そう。けどまあそれでナンバーの編集長に、これ本当にそう決めたのかどうかを長嶋さんに聞いてこいって言われて。おっと。でも長嶋様にそんなことが聞けるわけないじゃないと思いながら、札幌の少年野球に行くから、はい。2日間、少年野球に同行して、で、帰ってくるまでのどこかでそれを一言聞けという匿名をね、羽田空港でご挨拶して、長嶋さんの席の後ろにカメラマンと座って、まあ、2日間ご一緒したんです。でも、とうとう僕は、もともとそういうことを聞きたいジャーナリスト志向がないので、逃げたな、小林君。一緒に札幌ラーメン食べてすごい嬉しいみたいな、ことで帰ってきたら編集長にすごい怒られちゃって。そら怒られるよ。
で、なんとか聞いてこいって言って、すぐ後に、これは天覧試合を、中継した時のディレクターで日本テレビの後藤達彦さんという方がいらっしゃるんですけど、後藤さんが日本テレビを辞められるパーティーがあると。当然長島来るから、そこに行くのが最後のチャンスだって言われて、もうしょうがない、もう後藤さんにはすごいお世話になってよく知ってる方だったんだけど、赤坂プリンスに行って、まあ、長島さんの隣に行って、もうこれは聞くしかないと。だからまず、ありがとうございましたとかって和やかな会話をした後に、で、長島さん、太陽って言った瞬間にですね、長島さんがそこにいるんですけど、いない人になってしまいました。おっとっと。いや、小林さんとか言ってたのに、その話をしたってふーみたいになって。それは全く、いや、小林さん、そんな話はここではとか、そういうことも一切おっしゃらず。なしに。とにかく、ふーっとこう、宙をさまようっていう、数秒間がありまして、で、これは、なんと思って僕が、すぐ、また別の話題に戻したら、もうその瞬間、そうなんですよみたいな、ごく平常運転のお話になって、その数秒間は何だったんだろうって、これはなかなか他の人にはできない芸当だなと、そういう経験を、ね。面白い話だけども、今の話聞きながら私頭に浮かんだのは、つい最近昼帯というテレビに久しぶりに呼ばれて、長嶋さんのことで喋った時に、牧原さん出ておられてね。で、牧原久しぶりだなっていうので、控室で会ったんですけれども、牧原さん完全試合やってるでしょ？はい。で、あの時長嶋監督なんですよね。うん。で、完全試合やってる最中時、長嶋さんどうだったのって言って、聞いたら、マウンドから降りてくるとき7回ぐらいらしいですね。終わった時ぐらいに。マウンドから降りてくるときに目と目があったんですって。長嶋さんと。そしたら、ふーっと横向かれてしまったっていう。だから何も言わずに、ふーっと横向かれたんで、ああ、意識されてるんだなって分かって、逆にすごくホッとしたっていうか、余計に緊張するんじゃなくって、ああ、私より緊張してる人がいるかもしれないってほっとしたって牧原さんが言っておられたが、めちゃくちゃ面白かったけど、それにすごく似た話じゃないですか。大技の変化系ですね、今のね。そう。もうなかなかやっぱり。牧原さんから伺った話ですごく印象的だったのは、その完全試合の翌日に東京に戻ってきて牧原さんと、その完全試合について話を聞いたことはあるんですけど、そんなご縁で10.8 の後ですよね。はい。みんな同じ年だと思うんですけども、はい。長嶋さんが中日球場に行く前、名古屋球場か。名古屋球場。都ホテルの、会議室に選手を集めて、俺たちは絶対に勝つと。最後、敵を飛ばしても、その瞬間、ジャイアンツの選手はもうまるで勝ったかのように、もう高揚したっていう伝説があるんですよね。ありますね。はい。で、僕はそれは、多分多くの人が、いや、長嶋さんのやっぱりその一発芸っていうか、その鼓舞する話術って、そりゃ長嶋さんに言われればな、みたいにみんなが理解したと思うんですけど、牧原さんが面白いことを教えてくれて、実は、その年のキャンプインの前の日にみんな宮崎集まった時に、今年俺たちは絶対に優勝するから、今日から毎晩寝る前に枕を叩いて、俺たちは絶対優勝すると、ことを毎晩やってくれって長嶋さんが言ったんです。といて、他の選手はわかんないけど、僕は毎晩やりましたって。で、毎晩枕に叩いて優勝するって言ってた最後に、その都ホテルで、俺たちは絶対優勝するって、もうこれ一発芸じゃないんですよ。もう1年間仕込む。これ聞いたときに、世間は長嶋さんのことをいろいろ言いますけども、実はこんな周到な準備もね、なさっていたのかと。
なるほどね。それはなんというかもう、ある人の小説の題名みたいになりますけど、大いなる助走があるわけですね、助走が。その優勝に向けての。導火線にこう火薬を詰めて最後。ああ、なるほど。それがどんどん燃えて、最後に爆発するときに、もう一回爆発しようと言うわけですね。すごいな。でも、どうですか長嶋さんのそういう話も僕、はっきり言うと大好きだし、素晴らしいと思うんだけれど、監督としての采配としては、どう思われてますか、小林さんは。私は、あんまり高くは認めて評価してないんですけどね。選手を鼓舞したりとか、あるいはバッティング技術についてコーチされるのは素晴らしいけれども、チーム全体で優勝に向かっていくっていうのは、こうなんていうか、作戦で勝つ。まあ、野村克也さんと比べる気はないんですけれども、やっぱりちょっと違うなっていうか、監督としては、ちょっと評価できないんじゃないかな。アテネでオリンピックの監督するのも、ちょっと違うんじゃないかなと思ったんです私は思ったんですが、小林さんはどう思う？その話になると僕は突然長島型の人間になっちゃうっていうか。消えるわけ？そんな論理的な野球で勝つのはアマチュアじゃないんですか？いい子だ。なんか僕はそこに対してはすごい、特に解任された後にね。はい。大人の人たちがあれだけ長島に、こうなんか、一緒に燃えて長島とか叫んでた人が、監督としてダメだった瞬間に、やっぱり監督としては、てか管理能力は俺の方が上だよな、みたいな会話を、居酒屋さんとかでしてるのを聞いたの、これはもう本当に頭にきまして。いや、それは私も思いますよ、そう。まあ、そのさっきの長島語録を作った思いはそこにあるんですけど、もうそんなことで人は動かないみたいなね。理屈じゃないんだっていう、なんかそんな気はしますね。いいですね。今思わず野村克也さんの名前を出してしまったんで、野村さんのエピソードを思い出してしまったんですが、野村さんがオールスター戦になると、やっぱり王さん絶対に打たせないかというので、オールスターの一流のピッチャー相手に、思い切り自分の言う通り投げろという、あれをやったらしいでね、サインをね。それで王さんはもう、打率が1割以下ですよ。野村がキャッチャーの時、ホームラン0。で、長嶋さんにもいろいろ研究してやったんですって。で、囁き戦術もやったらしいです。で、どうでしたって聞いたら、おならをブッとされただけで終わったって言われた。その次元の話と、野球をどの次元に持っていくかっていうことで、今の監督采配についての話は、結論が見えますね。いいですね。やっぱり野球っていうのは面白い方がいいんですよね。まあ、でも、まあ思い出していろいろ話すると、それこそ尽きないと思いますが、あと1回だけ小林さんお付き合い願います。最後の回では、長嶋とは一体何だったのかということを、こう、語り合いたいと思います。ちょうど昭和の100年にあたる年に、亡くなられたということで、一体どういう人が亡くなったのかということを、小林さんとお付き合い願います。よろしくお願いします。はい。はい。ありがとうございます。はい。それでは、次回は今週のテーマ、追悼ミスタープロ野球長嶋茂雄さんのエピソード3、結局長嶋茂雄とは何だったのかです。引き続き小林さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。